れが一番で、これ矢がなくなったら、係の人が届けてくるんですよ。ボス、こんにちは、空手家ゴミです。ですね、今日は、安藤先生に、僕はちょっとお願いして、ちょっと安藤先生の、なんですかね、この弓の技術を見させていただきたいなということで、ちょっとご無理言いまして、ちょっと途中、急遽、ちょっと弓のものを見せてもらいたいなと。で、今から、リクエストしたのはいいものの、弓のことを何も知らないので、今から逆に何を見せていただけるのかっていうことを、お聞きしてもいいでしょうか。せっかくなので、普段、弓道の枠にないものをやろうかなと思って、刺し矢というテクニックなんですけども、ゆっくりこう引いて型を見せるというのではなくて、矢継ぎ早という言葉があるので、矢をたくさん行って、敵のこの進行を止めるみたいな、制圧するみたいな、結構昔からあるものをやってみたいなと思います。どっちかというと、まだ敵が、中距離遠距離にいるときに、矢をたくさんかけて、ちょっと進行のスピードを止めようかみたいなところのテクニックになります。で、早速こうなんですけど、基本的に、そういえばさっき、林さん言われてた明鏡止水で実際に使った弓です。これカーボン製なんですけど、90センチの引き尺で25キロ。で、私のは93から94ぐらいの引き尺があるので、その、引き尺だと 27.5 キロの強さの弓です。実践の中で言うと加減ぐらいの強さなんですけど。そうなんですね。多分30キロ以上ないと、ただ、そのぐらいの弓になります。だいたいその、戦場で、刺し矢というんですけど、ここに乗せておくんですね、矢を。乗せて、で、敵を見ながらこうかけて、いいですよ、弓が。こういう、すげえ。ちょっと弓道用の、矢が混じっていってしまいまして、これだとですね、こうやって広がってるんですよね。なるほど。小さい時。これが混じった時に、みたいなことがあって、ちょっと、みたいなことがあって。で、実際この時も手の内を作ったまんま、引くというのが特徴になります。で、実際に、ゆっくり引くときは、普通にこの最初の小月先生がやった手の内っていうのを作って、しっかりと弓にひねりをかけるとですね、弓が勝手にくるんと回ってしまうんです。だからこうなると、いちいちこう手の内を作り直さないといけないので、かなり遅くなると。それをあえてここで弓を回さないように止めるっていうテクニックが、含まれています。もうちょっとやってみましょうか。そうですね。で、その実践的な矢の場合は、矢の端っていうつるをつけるところが、これが普通の弓道用のものなんですけども、これよりもちょっとこうやって開いてるんです。これによって素早い矢継がいが確認。見なくてもさすがにこれが混じってると、ってちょっと格好悪かったんですけど。取るときはですね、あんまり前にいると炎上しますんで、私は絶対ここには外さないんですけど、やっぱり安全上この車種よりも後ろで撮影しろっていう、前にいるときは三脚ですね、基本的に。定点カメラ用持ってきた方がいいですかね。一応そこに三脚もございます。僕一応三脚とカメラもう一個持ってきてるんですけど、じゃあちょっとそれ持ってきます。星や組弓っていう演舞でも最初はこれをやるんですね。
でこれを、手の内っていうのを整えたら、離れた後も崩さないっていうのがポイントになります。そうするとこのまま次の矢が使えられる。これが一番で、これ矢がなくなったら係の人が届けてくれるんですよ。ああ、なるほど。っていうのがこれがポイントです。もう整えたものを崩さないっていうところを崩さずにやれば、普通にやってしまうと、こうなるんですよ。こっちになるといちいちこう、これがもったいない。だから実践では手袋を使って滑り止めつけてっていうこともあったんじゃないかと。あとは手の内の工夫です。普通にやるんじゃなくて、この親指と人差し指をこうつけてグッとやるとずれにくくなるっていうテクニックがあります。よく三日月手の内とかいろいろ名前はありますけれども、っていうのが、あとはこの後コーゲス先生にも練習していただく馬上で矢をつがえる方法っていう、でやり方が2通りあってですね、基本はこうやって乗ってるじゃないですか、123つがえ123つがえこれトントン大切かしながらこの練習をしていただきたいなと。ビロビロになっちゃったっていう感じですね。あともう一つのやり方としては、1回で取る、123じゃなくて、1回取って指の方からこう迎えに行くってやり方があるんですけど、基本は3回見たぐりといって、123、この時も肝心なのは手元を見ないと。こうやってるとやっぱり危ない。馬も深刻みたいな敵もいるしっていう、やっぱり近くに頼らないっていうのが基本です。あとはその正式な28メーターの距離でやってみましょうか。この単管があるところが28メートル。弓道の距離で一番短い距離がこの距離になります。近敵という、これが短い距離28メートルです。ここから出せるっていうのが普段弓道の人がやってることです。これが弓道で一番短い距離なんですか？めちゃくちゃ遠いよ。こんなちっちゃいのはどうや。おー、いや。一方だ、そのシュート。近敵と遠敵しかないんですけど、遠敵っていうのは60メーターの距離なんで、もう的見えない。ただその代わり的も大きくなるんで、見た目の的の大きさは同じかちょっと大きいかなぐらいです。ただその代わり風の影響とか、あと部分を狙わないといけないんで、放物線、だからちょっと難しいのが、120メートルやってますもんね。そうですね。なんで弓道の公式の遠敵が60メーターかっていうと、昔は120メーターの距離が本当だったんです。それの子供の簡単なの半分、それが60メーターなんです。それが競技化されてた。でしかももっと大変なのが、その遠敵競技の元になった同射っていう競技、お堂の廊下を通すっていう競技なんで、そうそう、放物線が描けなんですよ。だからさらに難しいんですよ。こういうことができないんで、だから矢をライナーに飛ばさないと、ライナーって言っても5メーターあるんで多少放物線にはなりますけど、難易度がすごい高い。でそれを競技的には24時間で何射廊下の反対側に矢を通り抜けさせることができるかっていう競技だったので、それが120メーター。でそれの練習が120メーターだけど
屋根がないところでやるのを、追いかけっていう練習があったんですけど、それのさらに半分の距離が子供用の練習だったんですけど、それが元になってできたのが遠敵っていう競技で、しかも高さ制限がないんで、かなり昔の同射と今の競技の遠敵とは全く違うものになってますけれども、由来はそんな感じです。でこれの近敵っていうのはちょうどその15剣という間合いが、弓でちょうどいいと。威力もあんまり落ちないし、槍も届かないと。万が一外してもちょっと時間的余裕もあるしっていうので、あと精度的にもちょうど人の胴体の幅なんですよ。なるほど。だからあれに当たれば大体人に狙える。人狙えるだろう。この距離で的に当たれば、弓が使えるなっていう。なるほど。ちょっと待ってください。でここで、作法通りやるっていうのが今の弓道の形式になります。これを大敗というんですけど、大敗も、昔流派によっていろいろあったんですね。流派によっていろいろあったんですけど、それを統一したのが今の弓道連盟の形になります。で、的前の作法的には、実戦と違って、実戦はこうやって引き掛けっていうんですけど、的前の場合はこの羽がボロボロになっちゃうんですよ、そういうことすると。だから羽を傷めないようにちょっと余らしてすぐ引っ張ってかけると。あくまでも何回も使う前提です。そういう作法があります。でこれがよく言う胴作りって言われてる。でというのが一応なんで2本いるかというと、昔陰と陽っていう思想があってですね、右回転の絵と左回転の絵っていうのがあるんですよ。そうなんですね。で左右交互にやることで、ちょっと陰と陽みたいな意味もあると。2射とも当たりました。これを2射懐中と言います。という感じですね。とりあえず僕は 100% 当たらない自信もあるんでどこに当たったか見に行きましょうか。せっかくなんでちょっとできれば真ん中に当てたいところだったんですけど、これやらせなしで一発撮りですね。これは一応競技のルール上、的の真ん中に立っても端っこに当たっても当たりは当たりなんです。当たりか外れの2段階しかありません。そうなんですね。これ一応当たりっていう感じになります。でこれを次カメラこっちにセットするといられる人の気持ちが分かるんじゃないかなと。じゃあちょっと無人カメラをセットして定点カメラですね、まさかの先生がこの的だったら当たるんでなんか迫力ある映像を撮るんだったらっていうことで、まさかの先生僕はカメラには当てないんでということでご自身のスマホをここに置いて迫力ある映像をよかったらって言っていただいたんで、心に甘えてちょっとここの動画を使わせて後でいただこうと、指でいられる人の気持ちを味わえるショットっていうことで、外したら私のポケットマネーみたいなと自信がないとできないショットですね。これでじゃあすいません、よろしくお願いします。映像提供させていただきたい。金欠状態でして、そうですか。私が怪我するよりもドキドキしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれですね、でも冗談だけど本当ちょっと手元狂ったら手元の1センチが向こうだと何メートルですもんね。
おお。やっぱりね、ダメですね。普段通りやないと。そうそう。じゃあ、スーちゃんと一緒に見に行こう。スーちゃん、こっち行く？いや、これはでも、怖いな。絶対これの動画を、こっち側の動画めっちゃ怖いだろうな。こっち。あ、でも心臓狙うんだったら左の方が良かったか。ああ、そうです。右、左ちったか。これでね、でもこれであんまり大したことない絵だったら詳しいですけど。すごい。ちなみに、そういえば前、はい X で見た曲げるやつっていうのは、へえ。要は、向こう打ったところで立ってもらうと、崖見えないところから矢が飛んでくる。今回お届けするのは避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の1億を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて絶対に